ガーゴイル対決。ちょっとここで能力を使っていきましょう。かっこいい。で、後ろすごいね。テキラードとジョンです。今回はね、タウンホール17アップデート情報第3弾やっていきたいと思います。ついに第3弾に来まして、まあ、メインと言っても過言ではないかな。ヒーローホールという新施設を見ていきましょう。今までね、ちょっと、次やるよ、次やるよって言い続けてたやつですね。はい。情報、村一番の猛者たちを称えましょう。みたいな感じでね。こんな感じなんですけど、ヒーローホールというものが今後このね、クラクラ界のヒーローを牛耳っていく施設になります。ざっと見ていくとこんな感じでございまして、ど真ん中知らないやついますね。ガーゴイルプリンスの登場でございます。ついに5人目のヒーローが登場ということでね。新ヒーローガーゴイルプリンスは90レベルがマックスというところですね。絶対気になるね。このガーゴイルプリンスちょっと見ていきたいんですが、先にちょっとこのヒーローホールの方を先にね、説明しきってからね、ガーゴイルプリンスに移りたいと思いますので、ちょっと一旦ステイで。まあ、この辺のね、なんか 3D 感溢れるみたいなところもね、なんか新しいところではあるんですけど、ヒーロー5体になっちゃったじゃないですか。なんですけど、今後どうすればいいのみたいな感じで、結論言うと、ヒーローは常に4体までしか使うことができないです。マックス4体までしか使うことができないです。はい。で、今このなんかよくわかんないなんかバナーみたいなの立ってるじゃないですか。この今までだったらなんかね、外になんか置いてるようなこの辺に置いてあった飾りのみたいなね、障害物みたいなね、そういう旗があるんですけど、今後祭壇がこのサイズになりますと。で、ここで選ぶことができるんですよね。はい。防衛ガーゴイルプリンス。これ防衛ですね。なので、配置によって防衛で立たせるヒーローも変えることができるよ、みたいな感じになっております。攻撃の方は、この4ヒーローしか出てこないんですけど、ここでヒーローを切り替えることができます。ロイヤルチャンピオンにさっと変えることができました。ここね、地味に結構ね、優秀でね、こんな感じで、ここで全部変えれるようになったんだよね。めっちゃ便利じゃない？シンプルに。ヒーローペットとか、なんかいちいち、ここ行って変えなきゃいけないし、みたいなのも、このウォーデンのね、陸と空をここで切り替えることもできたりとか、はい、ここでね、ギアも変えることができちゃいます。めちゃくちゃ便利。これめちゃくちゃ便利ね。というわけでね、まあ、仕様は分かったかなと思います。常に4体、マックス4体の状況が作られて、それを管理しているのがこのヒーローホールという施設であると。で、防衛施設として働くときは、こういうバナーとして置くことができて、まあ、サイズもちっちゃくなってるんでね、まあ、結構施設とかも増えてきたところ、このね、祭壇をちっちゃくすることができるテスラぐらいのサイズなんかね、よくわかんないけど、テスラよりちっちゃいか、これ。幅取らないのもいいですね。テスラと同じサイズですね。うん。というところで、まあ、これだけで伝わることができたんじゃないかな。伝わったでしょ、みんな。賢い君たちならわかる、これまでクラクラを続けてきた。ということでね、早速新ヒーローを見ていきましょう。ガーゴイルプリンス、マックスレベルは90。HP5358。まあ、ガーゴイルプリンスということなんでね、空を飛んでおります。で、攻撃の方は単体攻撃で、まあ、ちょっと遠距離みたいな感じかな。まあ、そこそこ近づいて攻撃するんですけど、まあ、ちょっと遠距離攻撃をするみたいな感じで。で、単体攻撃っていうような感じですね。はいはいはい。ちょっと後で防衛側のね、ヒーローの動きも見ていきたいなとは思うんですけど。で、能力ですね。ガーディアン人形みたいな感じで、ちょっとなんか、家来を出して、空からガーゴイルプリンスを援護しますみたいな感じですね。2体ですね。マックス2体を生み出して、透明化時間もついているということで、クイーンのね、クロークみたいなイメージかなの中から出てくるのが、まあ、クラロワのメガガーゴイルみたいなやつが出てくるみたいな。ちょっと HP があって、タンクをしてくれるみたいなような感じですね。これガーディアン人形というヒーローギアになってますね。続けてダークオーブというヒーローギア。こちら、触れるもの全てにダメージを与えて動きをスローダウンさせます。今、アーチャーターがね、すごい、まあ、攻撃がね、ゆっくりになったような状況になってたんですけど、こんな感じ。ハイダメージかつスローダウン、武器のダメージ、まあ、時間は18秒、HP 回復もついていて、毎秒ダメージも上昇するということで、まあ結構分かりやすい能力をしてるかなって感じですかね。クロークのように透明化になりつつ、攻撃を一気に放ってというところです。まあ、早速ね、見ていこうかなと思います。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。防衛側にもね、ちょっとこのガーゴイルを置いてみたんで、どういう感じになるのか見てみましょうか。あ、
こういう感じになってるんですね。空飛んでるヒーローって結構強くない？それ。それ強いな。なるほどね。空飛んでんの強えかもな、それ。なるほど、面白い。一旦ちょっと他の人たちには黙っててもらって、うん。面白いね。面白い、面白い。じゃあ次ちょっと攻撃側のやつ飛ばしていきますか。さあ、ガーゴイル対決。ちょっとここで能力を使っていきましょう。かっこいい。で、後ろすごいね。結構遠いところまで、これロイヤルチャンピオンとかもなんかスロー入りましたね。で、縦のね、メガガーゴイルが縦になってくれて、今、オーデンと殴り合ってるみたいな感じなんですけど、突破することができて。なんか防衛のヒーローもちょっと面白いな。はいはいはい。意外と硬いね。救援砲を2台まともに食らってたんですけど、結構耐えてくれましたね。面白いな。ちょっともうちょい見てみますか。はい、というわけでね、実際にアタックしてみました。適当に編成組んだんでね、あれはね、ちょっと細かいところはあれなんですけど、ドラゴンラッシュがやっぱりね、強いんじゃないかなというところでね、ドラゴンラッシュになっております。ドラゴンもベビドラもドラゴンライダーも全員新レベルが来てるというところでね、一応ライドラも新レベルが来てるんですけど、ちょっとこの編成、なんか無理くり積んでもよかったな、せっかくなら。新ユニットとかね、新呪文とかも出てるんですけど、全部を組み込む必要もないのでね、今回はちょっとこの、新ヒーローのね、ガーゴイルプリンスがどれだけ強いのかみたいなのをね、ドラゴンラッシュしてみて実際に輝くのかどうなのかちょっと見ていこうかなと思うんですけど、僕も当たり前なんですけどね、初めて使うヒーローになるので、使いこなせてるって言うとね、ちょっと微妙になるかもしれないんですけど、ちょっとその辺なんか、パッとやっても強いのかどうなのかなね、ちょっと確認っていうか、そういう感じで見ていきたいなと思います。新レベルのね、ヒーローたちにもちょっと注目しつつ、防衛のヒーローたちもね、ちょっと見ていってほしいですね。キングとか、ダーク、ガーゴイルプリンスとかもね、いるような区画に入っていて、タウンホールもね、来てますね。さあ、ここでイーグル砲とかを撃っているような状況でございます。さあ、防衛のダクエリを、ダクエリじゃない、ガーゴイル吹っ飛ばして、タウンホールにはフリーズをかけてというところ。結局、このタウンホールは、なんか無効化しながら進めることが多いんでね、なんかあんま強くないかな。タウン爆破のがね、さすがに強いかなーって、もう出た時から思ってましたが、ここで能力使ってみましたが、どうですか、これ。一直線で、一応ね、このガーゴイルプリンスがどこに向かってるか結構注目しながら攻めてたんですけど、この縦一直線が取れるかどうか、龍炎砲とかもね、なんか縦一直線みたいなのが結構大事になってくるところだったんだけど、このね、新ヒーローの能力のところも一直線で進めることができるので、どの辺で打つといいのか。ジャイアントアローの意識とか、なんかそういうのが結構攻撃側にも生まれるような感じかなと思いますね。でこのウォールブレーカー穴開けしたいわけではなくね、タゲ取りの分散みたいな感じで、この長弾大砲のタゲを分散する目的で使いまして、ロイヤルチャンピオンの能力も残ってたので適当に打って、バンバンバンで終了というような状況ですね。割と雑にやっても強いっていうのはどっちかっていうとね、なんかヒーローのあれよりはなんかドラゴンラッシュの編成のなんかスペックを強く感じましたね。ガーゴイルも結構強かったかなと思います。さあ、2本目ね、これがね、ちょっと今回はラストの、これで締めていこうかなと思うんですけど、これもね、完全なる初見アタックで、うわ、文字がちゃんとテスラ置いてんのか、テスラチェックしてよかったと思いながら攻めてるようなアタックになっております。6時がね、結構コウモリ刺さりそうだったんでね、今回コウモリ持ってきてみました。で、そんなとこにあんならもう1個、なんか手前見といた方がいいかなと思ったらやっぱあったというところで、なんかね、あれなんで、開発ビルドに入ってる配置なんでね、ちょっと配置的に甘かったりとか、対象じゃなかったりするところもあると思うんですけど、長弾大砲とマルチアーチャーターっていうところでね、対になってるので、どう考えてもマルチアーチャーターの方がシューターで落としたいので、そっちにやったらね、テスラ3本拾うことができて、美味しい美味しいと。で、この後どうしようかな、特に何も考えてなかったなと思いながら、待ち時間をね、過ごしてるわけなんですけど、きっちりね、初見殺しのテスラにね、引っかかりますというのも、ほらこれ、アーチャータワーちょっとこれ落としといた方が楽じゃねえと思って、アーチャータワーにちょっかいかけたらテスラ森引くっていうね、森ではないけど、もう一気にテスラ全部見えましたと。
で、そろそろちょっと始めないといけないかなというところでね、ベビードラ。こちらもね、ちょっと分かりづらいよね、新レベルのベビードラ。買ったみたいな感じなんだけど。こう盛り立てからのバルーンドラゴンライダードラゴンを展開していって、一気にタウンホールから入っていく形でやっていきます。さあ、ここですね。勘違いしちゃう。やっぱ、タウンホールがもうすでに攻撃をしてきてると、やっぱこれ勘違いしちゃうな。で、龍炎砲、これかなり長いですね。こんなとこにいるドラゴンライダーターゲット取られてたんだ。逆に言うと外にタゲが取りやすいみたいなところもあったりするかな。で、見てください。はい。いつものタイミングでのトーム。やっちゃうってこんなん。タウン爆破に合わせたトームをここは打っていきますが、そんなに意味ないですね。冷静に考えて。で、ここは、このね、ガーゴイル一直線じゃないですかということでね。クロークみたいな感じで、あれも入ってるので、透明化も入ってるんで、ターゲットかなり見てました、このガーゴイルは。で、クイーンを外周展開して、このガゴが結構スローをつけて伸びるんですよ。で、個人的感想としては、フェニックスをこっちにつけて、オールをウォーデンにつけるみたいなのがね、強いんじゃないかな。これ結構伸びたくない？すごい伸びてるよね、ドラゴン。タウンホール入って、これいけちゃってるからね。で、サイド流れたドラゴンとかスパドラも、まあこれは援軍の中身ですね。が伸びていきまして、クイーンも能力残ってるので解放して、気づけば、3ヒーローでの全開というところで、まあなんだろうね、この組み合わせするならキングいらないのかなーって。クイーンはヒーラーをね、自分でつけることができて、終点はやっぱロイヤルチャンピオンの締めが必要かなというところで3ヒーロー全然全開取れちゃいますね。ノーマルマドなんですけどね。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。このね、ガーゴイルが結構ね、書いてあることとか地味で、あれなんですけど、使ってみると結構これ強いかもなっていう感覚を受けてます。ドラゴンラッシュにこれ入れとくと結構強いかもね。シンプルに空の編成でヒーロー2体がドラゴンの後衛につくって強いし、かつ新レベルなんですよね、ドラゴン全般が。って考えると、序盤はドラゴン環境になるんじゃなかろうかと。一応新レベルの壁とかもね、解放されてっていうところなので、その壁も無視して攻めることができたりとか。どうですかね？皆さんどう思いました？僕は結構ね、見た目よりはね、使ってみたら意外と強いかもって感じでした。そして龍炎砲ね、単体で見たとき結構強いなと思ったんだけど、いざ攻めてみると、やっぱりね、スロー効果結構強かったな、ガーゴイルの、みたいな感じのところもあったりとか、トームで乗り切られちゃったりとかで、ちょっと残念なのがやっぱタウンホールかなって感覚を受けてて、やっぱタウンガのがさすがに強くないって思っちゃったな。どうなんでしょうね、これ。だってさ、どうせオーバーグローかフリーズかかってんのよ、タウンホールなんて。で、トームもかかってんのよ。攻撃できるタイミングなんてね、壊れてからしかないんだよ、このタウンホールって。今までもそうだったけどさ。ねえ。なんだろう、無駄に食い火だけ苦しくなってさ、なんか結局ラッシュとかタウンホールトーム合わせるような戦術に弱くなってないわからんけど。ね。でも毎回なんかタウンホール上がった直後にタウンホールにアップデート入るみたいな、ね、メンテナンス入ってちょっと調整するみたいなね、昔タウンホールのポイズンが弱かったので調整しますとかさ、そういうのはあったからさ、もしかしたらあるかもね。というわけでね、第3弾こんな感じで終わりたいと思います。もういよいよアップデート直前というところで、皆様どういう風に感じたでしょうか？僕も参考にしたいんでね、たくさんコメントだったり考察だったりこれ強そうとか、なんかいろんなのね、ここまで出てきたと思うんでね、いろんなコメント参考にさせていただきたいと思いますのでお願いします。全部目通してます。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。